ロマンを求めて新しく出た MacBook Neo を購入しました。 MacBook という PC の中に詰め込まれたのはスマホなんかで使われている A18 Pro チップ。そのチップのおかげでお値段は10万円を切る価格に抑えられています。そんな廉価版の MacBook でどこまで重たい作業が、特に動画編集ができるのか、今回は実機を触りながらレビューをお届けしていきます。どうも、ケイスケです。ついに届いてしまいました。こちら、新しく出ました MacBook Neo ですね。かわいい。僕はシトラスのカラーを購入しました。多分こちらが一番メインのカラーなんじゃないかなと思います。MacBook シリーズ、今までは MacBook っていうね、名前のものもあったんですけども、今では MacBook Air、MacBook Pro、この2つが主にありまして、そこに新しいラインナップとして MacBook Neo というのが追加されました。この MacBook Neo に関してはさっきも言った通り iPhone とかに使われている A18 Pro チップっていうのが搭載されています。今までの M 型チップではないんですよね。なんで正直 MacBook Pro を使ってる僕からするとちょっとおもちゃみたいじゃんと思っていたんですが、正直舐めてました。実際使ってみて動画編集使えるかぶっちゃけ言っちゃうと、なんとか使えちゃいます。もちろん CG の作業をするとか 3D の作業をする、そういうことはちょっと難しいんですけども、基本の 4K の動画編集できちゃうんですよね。ただしもちろん使い方とかちょっと注意しなきゃいけない点っていうのはあるので、どういう部分を注意しなきゃいけないのか、あとは僕の持ってる MacBook Pro とかその辺のスペックとの違いっていうのをご紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。はい、ということで改めまして今回ご紹介するのはこちら MacBook Neo ですね。そして今気づいたんですけど、僕鼻声ですよね。ちょっと花粉症なんで聞きづらかったらごめんなさい。ちょっと頑張って直します。で、ちょっと話戻しまして、今回買った MacBook Neo どういうスペックで買ったかっていうと、MacBook Neo 実はオプション2つしかなくて、いじれる部分がストレージしかないです。で、僕はそのストレージ盛りました。今回購入したのが A18 Pro チップの MacBook Neo で、ストレージが 512GB となります。で、この256と512何が違うかっていう話なんですけども、1個大きな違いがこのね、タッチ ID ですね。まずこのタッチ ID がついてるか否かっていうのが大きな違いになります。でも正直タッチ ID に関してはどっちでもいいっていう人いるかもしれないんですけども、もし動画編集とか写真編集とかクリエイティブな仕事をちょっとでもするっていうのであれば、ストレージは最低限512にはした方がいい。これなんでかって話なんですけども、256だと多分ね、アプリだけで埋まります。例えば動画編集だと僕の場合は Final Cut Pro とか DaVinci Resolve とか、あとはPremiere Pro だったりとかその辺の使うし、写真編集の場合はLightroom だったり Luminar Neo っていうソフトも使ったりするんですけども、やっぱりそういうソフト一個一個入れてったりするともうすぐ埋まっちゃいます。でもちろんそれのために資料とかね、ダウンロードにしてちょっと一時的にデスクトップに置くとか、ダウンロードフォルダになんか入るとか、そういう、写真とかもローカルフォルダにちょっと入れるとか、そういう風なことをしていくとすぐに256ないし512なんて埋まってしまうので、やっぱストレージはあればあるだけいいと。で、本当のこと言うと正直今の時代で言ったら 1TB は欲しい。1TB ぐらいはないとちょっとしんどいなと思ってはいるんですけども、本当に512っていうのは僕の中ではギリギリだと思っているので、256GB はさすがにきついなと思っています。なので動画編集するなら最低限512にしましょう。で、やっぱり気になるのはチップの部分ですよね。要はスマートフォン iPhone 16 Pro とかに入っていたチップなんですけども、そんなチップで動くんかというのが気になるじゃないですか。なるんですけども、実はこの A18 Pro チップっていうのは前の M 型のチップと比べてもかなりね、スペックアップしていて、パソコンの CPU のスペックを測るシングルコアスコア、マルチコアスコアっていうのがあったりするんですけども、それとかを比較してみると実は M1MacBook より上なんですよね。で、なんならシングルコアスコア、要は例えば反応速度ですね、マウスを動かすとか、なんかこうクリックした時の反応が返ってくるとか、要は全体の操作のサクサク感っていうのに関してはかなり上で、これに関しては実は M3 シリーズのプロとか MAX よりも上だったりするんですよね。なので例えば事務処理をするとかはもうこの MacBook Neo で全然十分だなと思ったりします。ウェブブラウジングするとか、なんか事務処理で Excel 開くとか、なんかそういうのは全然 MacBook Neo でいけちゃうなという感じですね。ケイスケの動画で、外観の部分もさらっと紹介していきます。今回の MacBook Neo、実は
新しい MacBook Air、これもね僕ちょっと購入したんですけども、これよりも実は一回り、一回りまでいかないんですけど、ちょっとだけちっちゃいです。ちっちゃいんですけども、実は重さは一緒、交渉としては一緒なんですよね。で、実測値で測ってみると、実は MacBook Air の方が本当に微妙に軽かったです。20g くらいの差ではあるんですけども、 MacBook Air の方がなぜか軽いという結果になりました。で、外観スペックの部分でいうと端子ですね。 MacBook Neo の端子類は潔くて、この左側、こうやってパソコンを開く左側の部分にしかポートがついていません。で、こっちに USB-C ポートが2つついていて、イヤホンジャックのポートが1つついています。で、注意してほしいのがこの USB-C のポートなんですけども、この USB-C のポート、ディスプレイ側の上のポートしか高速転送には対応してないです。なので、例えば動画編集をするときに、さっきストレージを持ったとはいえ、じゃあ 4K の動画素材を扱うってなると、やっぱりこういう SSD 必要なんですよね。で、この SSD をつなぐときに、万が一下のポートにつないでしまうと転送速度が遅くなってしまうと。確か 480Mbps がマックスだったと思いますので、そうすると本来 SSD が出せる速度の半分以下になってしまうので、例えば SSD に素材を置いて動画編集をするっていう場合には、上のポートにつないであげないとちゃんとサクサク動かせないという形になります。ここは注意ポイントですね。で、画面の明るさに関してはこの MacBook Air とかと一緒の MAX500 ニットになります。ただし MacBook Air では True Tone っていうのが入ったりするんですけども、それには対応してなかったりとか、細かいポイントでちょっとだけ機能が削られてるっていうのはあるんですけども、ざっくり使ってみた感じ、そんなに僕はそこまで気にならないですね。他にハードウェアで削られてるところでいうと、例えばフロントカメラのね画質とかも 1080p になってるんで、若干削られてはいるんですけども、そこはあんまり気になってなくて、僕が唯一気になったポイントでいうと、やっぱ音ですね。音はいまいち。そもそもねスピーカーがこっちにあるんですよ。なのでこの MacBook Neo をしっかり真正面で捉えれば両方から音は聞こえてくるんですけども、少しでも傾けるとなんか片耳から大きく聞こえるような感覚に陥ります。ちょっとその辺は音質的にも削られてるし、聞こえ方的にもいまいちではあるので、イヤホンの方を僕は推奨します。あともう一個だけ気になることがありました。それはベゼルの太さですね。これは一周回ってちょっとおしゃれかなとも思ってはいるんですけども、デザイン的に若干このカーブとかがね、もったりしたデザインになってるんですけども、中のベゼルの部分も太くなっていて、これもねちょっと1世代前のレトロな MacBook をなんか思い出させるようなデザインになっています。これは好き好みではあるんですけども、やっぱベゼル細い方がスタイリッシュには見えるかなという印象ですね。ケイスケの動画では、ここまで外観とスペックご紹介してきたんで、早速動画編集ちょっと移っていきたいと思います。主に僕が使ってるのは Final Cut Pro なので、Final Cut Pro での操作見せたりとか、あとは DaVinci Resolve ですね、少し見せられればと思います。はい、ということで Final Cut Pro の画面行ってみましょう。こちらは Final Cut Pro の画面ですね。実際にちょっと使ってみるんですけども、例えばテストプロ、この時点で今 4K の素材 4K24p なんですけども、この素材を入れても全然サクサク動いています。こうやって見れば分かるんですけど、全然滑らかですよね。はい。で、再生をしてみるんですけど、あります、たくさん。なんですね、今回は倍速再生も全然余裕ですね。はい、こんな感じで全然サクサクっとカットすることもできます。こうやってね、見ながらこうやってカットすることもできるし、あとは色とかですね。よいしょ。はい、色とか仮に入れてみて、で例えば補正でこういうカラーとかですね入れてますけど、ほらこの辺のカラーとかはスペックが足りないと結構もっさりするんですよ。なんかね、こう反応が遅かったりとかするんですけども、結構リアルタイムについてきてくれます。なので全然動画編集のシンプルな反応速度だと困らなそう。で、じゃあエフェクトどうなのかっていう話なんですけども、例えば、デフォルトでついてるエフェクトしかね今入ってないんですけども、こういうのを入れてみたとしても、しながら今回のおすすめカメラ、ちょっとダサいエフェクトですけども、全然サクサク動きますね。はい。なんかこのねエフェクトの読み込みとかも結構早いんですよ。いつもだったらこう読み込み中みたいな結構かかったりするんですけども、割とこの読み込みがサクサクいってます。全然いけちゃう。今回のおすすめ、全然いけちゃうね。全然いけちゃうじゃないですか。じゃあトラッキングとかどうなのかって気になるじゃないですか。トラッキング系も気になるなと思って、トラッキング試してみます。例えばマグネティックマスクですね。この自分のところだけをトラッキングしてくれるという機能なんですけども、10秒ぐらいの、解析してみます。
10秒ぐらいの解析をしてみると、よいしょ、いきますよ。せーの、おい。いや、早いよね。おい。10秒の動画のトラッキングがたった20秒でできました。で、これ完了を押してあげれば、例えば裏側にね、この裏に何でもいいんですけど、こういうね、はい、こういう謎の文字をちょっと入れてあげたりしても、こうやって切り取りとか全然楽ちんにできちゃいします。全然いけるやん全然いけるんですよ。そう、とりあえず僕が使ってる限りでは、その反応速度、要はなんかエフェクトを入れるとか文字を編集するとか、そういうのって結構その反応速度に由来する部分で、その反応対応の速度っていうのはめちゃくちゃ速いんですよね。僕はこの Final Cut Pro っていうソフトを使っている限りでは、こういう動作で詰まったことないです。なので全然動画編集できちゃう。はい、できちゃいます。なんか Final Cut Pro を使ってて、これ以上重たい動作ってあんまりすることないんですよ。もちろん外部のエフェクトを入れるとか、そういうのはあったりするんですけども、大して重いことっていうのが経験上なくて、なので Final Cut Pro での動画編集っていうのは全然できちゃうなと思いました。で、じゃあ書き出しどのぐらいかかるか気になると思いますので、書き出しは、さっき比較してみました。こんな感じになります。僕のもともと使っている M2Max の MacBook Pro と新しく購入した MacBook Neo 並びに M5MacBook Air、 これでも検証してみました。で、3つ検証した結果がこちら。こちらの結果は11分ぐらいの動画で、上にねテロップを載せただけの動画を処理しています。で、書き出しの時間としてはスペックの想定通りの差が出たなという印象はあります。11分の動画でこの MacBook Neo が約6分、正確に言うと5分57秒書き出しに時間がかかりました。で、対して一番スペックの高い M2Max に関しては2分57秒なので、倍のスピードで書き出しができているという形になります。で、M5 はちょうどその間ですね、3分52秒という形なので、思ったよりこことネオの差は出なかったなという印象ですが、いかがでしょうか。はい、Final Cut Pro 動くことが分かったので、ではここからダヴィンチリゾルブ、こっちの方もいじっていきましょう。はい、今去年言ったちょっとねアムステルダムとかそっちの方の素材を入れていくんですけども、バーッと入れましたが、今の分かりました？これ 4K 素材ですよ。これ 4K の素材なんですけども、まず全然サクサク再生できてます。これちょっとカラーグレーディングしてないのでグレーディングしてみましょうか。で、グレーディングちょっと試しにやってみるんですけども、エフェクトで例えばカラースペーストランスフォームとか、ソニーのカラー、ソニーで撮ってるんで、これをタイムラインに変形して、でやっても全然サクサク動きますね。見ていただくと分かる通りなんですけど、かなりサクサク動いてます。全然こうやってカットしたりとかする分にはなんかサクサク動いてますね、相当。なんか止まりそうな雰囲気も全くないので、動画編集は全然できるんですけど、今みたいに新しいクリップを読み込むときにちょっとこう最初の部分で、若干ねここのフレームが遅れてる部分はあるんですけども、でもほとんど気にならないぐらいで操作ができてそうです。で、例えばじゃあ重たい動作するときってどういうときかっていうと、重たい作業しそうなので言うとやっぱトラッキングとノイズリダクションだと思うんですよね。なのでまずはトラッキングをかけてみましょう。このぐらいかな、15秒ぐらいのクリップをトラッキングしてみましょう。で、ちょっと軽くカラグレだけかけちゃって、ノードを3つとか4つとか増やすと少し遅くなりますね。やっぱグレーディングをすると結構遅くなってくるってことか。じゃあちょっと仮になんですけど、この顔の部分をトラッキングできるかでやってみるか。こうしてフレームにしてトラッキング。トラッキングはちょっと遅いっすね。わかる？このちょっとノロノロ感。精度も良くないわ。ちょっとね、これと同じ検証を MacBook Air、MacBook M2 Max でもしてみたんですけども、やっぱりスペックの高いものの方がトラッキングの精度っていうのはいいですね。で、さっきの Final Cut Pro とかはやっぱ Apple 純正なのである程度対応してくれるのかなっていうふうには思うんですけども、要はサードパーティー、DaVinci Resolve とか、プレミアプロとかになるとちょっとトラッキングの精度が落ちるのかなという印象です。で、あとはノイズリダクションだ。
はい、例えばこういう素材のノイズリダクションをかけてみましょう。で、ノイズリダクションをここでかけてみます。試しに。よいしょ。おいら。ほらいけ。50ぐらいかけちゃおう。はい。で、再生してみます。すると、再生されないわ。もうほとんどこんな感じでノロノロですね。一応これに関しても M2Max の MacBook Pro でどのぐらいの動作をしたかっていうのも置いておきます。やっぱこの動作、特にノイズをかけた時の動作とかトラッキングをした時の動作っていうのは GPU のスペックが必要で、この GPU のスペックに関して言うと M5 とかよりもその Pro とか Max チップの方がやっぱ上なんですよね。かなり M5MacBook Air も肉薄してはいるんですけども、やはりその辺は Max チップとかには勝てないという結果になっております。ケイスケの動画、はい、っていう感じでなんとなく動画編集の感覚つかんでいただけたでしょうか。自分が使ってる感じで言うと、例えば文字を編集する、文字を上に乗っけて編集するとか、軽くカラーグレーディングをするとか、カラーを乗っけるくらいであれば動画編集は全然できちゃいます。でもっと言うと、やっぱり Final Cut Pro すごく良くて、Final Cut Pro であれば結構このパソコンでもやれると僕は思ってます。ただそれがダヴィンチリゾルブになるとかプレミアプロになるとかサードパーティーのソフトになるとどうしてもね、他のスペックっていうのが必要になってくるので、やっぱりちょっと厳しい部分があるかなという感じでございました。さらに言うと、やっぱ注意しなきゃいけない部分っていうのもあります。さっきも言った通り USB-C ポート、片方は高速転送を対応してるんですけども、もう片方はやっぱ速度が落ちてしまうんですよね。なのでこのパソコン自体のストレージが少ない分 SSD とかにデータを入れてそれで動画編集するって人多くなると思うんですけども、そうした場合に片方の USB-C ポートしか使えないと。でこれが SSD からもう1個の SSD にデータを移すとか、そういう時結構困るんですよね。もちろん移せなくはないし、そんな激遅みたいなスピードではないとは思うんですけども、ただやっぱり高速転送には対応してないという形になるので、どうしても SSD からデータを移すとか、そういう風になるとやっぱり一回ローカルを経由しないとちょっとしんどいところもあるかなという印象です。はい、ということでここまで動画編集検証してきました。で追加の検証で1個だけ気になる部分があります。やっぱ音のところですね。音は比較してみました。こんな感じ。Your heartbeat. さっきも言った通りではあるんですけども、やっぱり音質は MacBook Pro が一番いいです。てか MacBook Pro めっちゃいい。で MacBook Air に関してはこのね隙間、こっから音が出てるんですよね。なのでちゃんと前から音が聞こえるという体験ができるんですけども、 MacBook Neo に関してはサイドにスピーカーがついているという形になるので、どうしても顔が真正面とかじゃないとちょっと音の聞こえ方が変になります。やっぱ音質もそれなりだし、やっぱ聞く位置っていうのも結構大事なのかなと思っていて、この MacBook Neo を使うんであればイヤホン使いたいかなって正直思っちゃいます。であとよく言われてるのは画面のリフレッシュレートですね。でこれは MacBook Air とは変わらないんですけども、 MacBook Pro と主に変わるところで、 MacBook Pro っていうのはプロモーションっていう 120Hz、 要はより滑らかな映像に対応してるんですよ。でそれがマウスポインターの動きとか水準にね影響したりとかするんですけども、正直僕はあんまり気にならないです。結構気になる人これはね差が分かれるんですけども、僕はそこまでその 120Hz を気にしたことはないので、正直僕としては全然気にならないです。気になるのはディスプレイ
系のベゼルですね。やっぱりベゼルが MacBook Neo は太いという形なのがちょっとレトロなデザインで可愛いという意見もあると思うけど、気になる人もいるはずで、もう一個これは検証できてないんですけども、写真編集の部分ですね。で、写真編集に関して今使った感じで言うと、まあ中画素程度、例えば2400万画素、3300万画素、このぐらいの画素数であれば全然色編集はできます。全然色編集はできると思います。ただしやっぱ厳しいので言うと AI ノイズ除去、あとは被写体を検知するマスクとかね、その辺はちょっと動かすのが時間かかりそうだなという印象があります。他にも Photoshop 使った時になんか被写体を切り抜くとかそういうのあったりするんですけども、やっぱりそういう部分、グラフィックを使う部分っていうのは結構弱いという印象にあるので、大量の写真を書き出しするとか AI のノイズ除去を大量にしますよ、それ以外であれば全然できると思います。まあ普通に写真のカラーをいじって書き出すと、そのぐらいであれば全然使えると思いますので、ぜひ使ってみてください。ケイスケの動画。はい、ということでたくさん話して検証してきて、もう夜9時になっちゃいました。ちょっとね、アップする時間が遅くなってるんじゃないかなと思ってます。で、結論。こちら動画編集に使えるのか、結論で言うと、動画編集使えます。条件付きではあるけどっていう感じです。まあもちろんね、推奨するわけではないです。これから動画編集やろうってやつが買う PC では間違いなくないけど、できなくはないんですよね。例えばお金がないからちょっと節約したくて10万円以下の PC でなんとか YouTube やりたい、そういう人は別にこれでいいと思う。正直これで Final Cut Pro でなんとか動画編集全然できるし、それこそロングじゃなくてショート動画とかはそんな書き出しの時間もかかんないし、エフェクトもゴリゴリって入れる人多くないと思いますので、そういう使い方だったら全然おすすめはできます。まあ個人的に惜しいと思ってるのはさっき言った音と重さかな。重さやっぱね、もう少し軽ければちょっとね持ち運びたいんですけども、どうしても MacBook Air とまあほぼ一緒のね重さで、まあ大きさ的にはちっちゃいんだけども MacBook Air の方が薄いってなると、まあ MacBook Air との2台持ちにはなかなかならないと思いますので、まあ、あくまで MacBook Air 初めて見たい人の第一歩として、もしくは MacBook Pro 持ってる人もサブ機として使うのがいいんじゃないかなと思います。ぜひ今回の参考にしていただき、もう少しこういうとこ検証してほしいっていうものあれば、ぜひねコメントでも教えてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。